こんにちは。TTS の川本です。この動画では物理エンジンの当たり判定において重要な要素である突法について考えていきます。やや専門的な話題ですが、フィジカル AI やデジタルツインの発展において避けて通れない話題です。よろしくお願いします。まず突法という言葉から説明します。これは英語のコンベックス、あるいはコンベックスハルの日本語訳です。少しわかりにくい言葉ですが、他に適切な訳語がないため、一般的にこのまま使われています。突法というのは、へこみのない多角形や多面体のことです。球体や立方体のようなシンプルな形はもちろん、複雑な形状であっても、外側の一番外周をたどっていくことで、突法を定義できます。一方で、へこみを含む形状を凹法、コンケイブハルと呼びます。今日はまずこの突法、凹法という言葉を覚えていただきたいと思います。物理エンジンにおいて、突法はコライダーの一種として扱われます。コライダーというのは、当たり判定処理を行う形状のことです。当たり判定を含む物理シミュレーションを行う際、物体ごとにどのような形状で衝突を検出するかを指定します。例えばブレンダーでメガネのメッシュモデルに対して9のコライダーを設定すると、このようにメガネの細かい形状を無視して9の表面で接触します。床にぶつかって止まっている状態では不自然に見えますが、動きを速くして大きく跳ね返らせてみると、それほど違和感を感じません。ゲーム開発などではこうした大まかなコライダーがしばしば使われます。次にコライダーを突法に変えてみます。落としてみると、ちゃんと形状を反映してメガネの端が床に接触する様子が見られます。先ほどの旧コライダーに比べてよりリアルな動作です。次に空中に固定したメガネに向かって球を落としてみます。少し不自然な場所で球が跳ね返るのが分かったかと思います。ブレンダーでは突法面が可視化されませんが、内部ではへこみのない突法形状の表面で当たり判定が行われています。続いてメッシュコライダーを選んでみます。同じように球をメガネに向かって落とすと、今度は正確にメガネの表面で跳ね返ります。メッシュという名前ですが、実際には凹法での当たり判定です。ここで重要なのは、ユニティや無ジョコでは凹法での当たり判定ができないという点です。ロボットシミュレーションに使われる高機能な物理エンジンであるにもかかわらず、現実形状を維持した物理演算が禁じられているということです。多くの物理エンジンが凹法を扱わない理由は、計算コストの高さです。物理エンジンは最初に衝突する位置を常に求めるため、衝突しそうな領域を探索する必要があります。突法の場合、形状にへこみがないため、衝突しそうな領域を効率的に限定できます。しかし、凹法ではこれが極めて難しくなり、計算量が爆発的に増えます。このため多くのエンジンは自動的に形状を突法に置き換えてしまいます。ところが残念ながら、産業部品の多くは突法形状ではないですよね。無ジョコをもってしても、現実世界の形状そのままの当たり判定はできないというのが現状です。無ジョコやユニティで凹法を疑似的に扱う裏技がいくつかあります。代表的なのが、凹法を複数の突法に分解する手法です。例えば無ジョコでは、高 ACD というアルゴリズムが推奨されています。高 ACD で先ほどのメガネを変換すると、このように細かい突法の集合になります。構造を見てみると、パズルの組み合わせのようになっています。この状態で球を落とすと、しっかりとメガネの表面で跳ね返ります。高 ACD を使わない場合と比較すると、その差は明らかです。もう一つ注目されているのが、物体の形状を因関数で表す方法です。球や面のような単純形状では、
表面を数式で簡潔に表現できます。球が面に向かって動いている場合を想定すると、壁を表す式と球を表す式から最初にぶつかりそうな点を解析的に求めることができます。たくさんの名詞で当たりをチェックする必要がありません。この考え方を複雑形状にも適用しようというのが近年の研究動向です。理論的にはフーリエ級数による関数近似の考え方を応用することで、どんな複雑な形状でも因関数として表すことが可能です。近年の GPU 性能の向上とニューラルネットワークの進歩により、この因関数化が原理的な速度で実行できるようになってきました。その代表的な研究例が DeepSDF です。DeepSDF では任意の形状を外側なら正の値、内側なら負の値として距離を返す関数をニューラルネットワークで表現します。これにより球体と同様の手順で壁にぶつかりそうな位置を直接的に計算することが理論的には可能になります。現在この DeepSDF を無助個の当たり判定と組み合わせる試みは活発で、私自身も興味を持っています。最後に応用で、動画の中でご紹介した突法変換や因果通過を産業分野でこの先使っていく上での懸念点を2つ紹介します。1つ目はオリジナル形状の変化です。高 ACD で突法変換したメッシュとオリジナルのメッシュを比較すると、細部の形状が粗くなっていることがわかります。これは形状を単純化するために避けられない処理です。DeepSDF についても同様で、因関数化の過程でエッジの丸まりが発生します。ニューラルネットワークは連続的な関数で形状を近似するため、鋭利なエッジを完全に再現することはできません。このように計算を効率化する手法は便利である一方、点群やメッシュが持つ形状情報の一部を必ず消してしまいます。2つ目の懸念は複雑形状同士の衝突です。高 ACD では単純形状が複雑形状に衝突する場合は比較的安定して計算できますが、複雑形状同士の衝突になると計算が難しくなります。また、多くの研究において工業製品の側は複雑形状として扱われる一方で、それをつかむロボットハンドの指などは球やカプセルなどのプリミティブ形状で近似されます。衝突する両者が共に複雑形状である接触をリアルタイムかつ眼見に扱うのは難しく、実用レベルで広く普及した手法は現状限られています。これらからフィジカル AI を用いたデジタルツインは今後も用途が限定されると考えられます。部品同士の組み立てや人が椅子に座るといった日常動作を高精度に再現することは難しいでしょう。一方でロボットに限定すれば現物のハンドの形状をシミュレーションに合わせて簡略化することでシムトゥーリアルに近づきます。フィジカル AI の活路はこの辺にあるのかもしれません。この動画では突法と平法、そしてそれをめぐる物理的背景について解説しました。三次元計測に関わる方の中には、凹みのない形状ばかりを扱う研究に本当に実用性があるのかと疑問を持たれた方がいらっしゃるかもしれません。もどかしい思いもあるのですが、現物の形状を正確に扱う研究というのは、大学などの研究機関で扱おうとするとやや地味で、研究資金を得にくい分野になっています。しかし、だからこそ企業と研究機関の連携が重要だと考えています。現実の製造現場の試験と最先端の研究技術が結びつくことで、より現実的で意味のあるデジタルツインが実現されることでしょう。今回は以上になります。ご視聴どうもありがとうございました。